本日は学習物理学の領域会議の方にお呼びいただいたんですけども、これはどういった会議なんでしょうか。はい、この学習物理学領域は一昨年から始まって5年間で、今がちょうど折り返し地点ぐらいになってまして、領域の全員、今およそ60人ぐらいの人が集まってますが、その人たちが一度に会する領域会議っていうのを毎年やっておりまして、今日はその学習物理の猛者たちがですね、なるほど互いにこう剣を交えみたいな、そういう会になっております。しのぎを削るという会ですね。いろんな分野の人たちが学習物理というテーマに沿って集まっていると。そうですね。本当にいろんな分野の方が集まっていて、物理学のさまざまな分野で、そこにこう皆さん AI という刀を持ってらっしゃるのでなるほど。面白い試合が見れるんじゃないかと思います。ありがとうございます。では学会の様子を見てみましょう。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。まずじゃあお名前と所属をカメラに向かって。はい、東北大学の金属材料研究所の、野村と申します。はい、よろしくお願いします。どういったことをご専門に研究されているか。私の専門は物性物理ですね。だから代表の橋本先生とか、素粒子とか原子核の方の専門だと思うんですけど、私は物性物理の、理論をされているっていうことです。そうです。理論ですね。なるほど。物性物理で具体的にはどういったことを研究されている。私の専門は物質なので、物質中にはたくさん電子がいます。で我々の、専門はやっぱり電子の集団の運動を調べるっていうことなので、集団の時にこう電子と電子で反発し合うので、その反発が強くなった時に逆にこう電子が、普通は電流って流れると思うんですけど、電子が流れる電流なんですけど、反発が強いと反発が強すぎて動けない、人が、集団だともう動けなくなるみたいな、そういうようなイメージなんですけど、そういうなんかすごい非自明なことが起きるってことが知られていて、でそれを調べるために、これまではこう人間のひらめきっていうんですか、なんか天才が量子多体系を解いてきた、そういう難しい問題を解いてきた。逆に、機械に解いてもらおう、ちょっと僕らがサボってるのかもしれないですね。だからそういうような感じでできることは任せていただいて、でももう物理の天才のひらめきよりももしかしたらすごいことができるかもしれない。なるほど。じゃあ具体的にこの学習物理学ではそういう AI を使ってその物理とひらめきをやってもらおうっていうことです。これまでの天才のひらめきを超えたひらめきを出してほしいと機械に、それで一生懸命機械にお願いするっていうのが僕らの仕事になってます。この辺はその話を、そういう話ですね。中身はちょっと専門的で難しいですけど、基本的にはその物質の性質をニューラルネットワークを使って予言したいっていう研究になってます。これは普通の数値計算とかではできないようなことがAI を使うとできるようになるっていう感じなんですか。そうですね。基本的に人工ニューラルネットワークも数値計算の一種なので、新たな、こういうふうに計算を使って我々が電子の運動を調べるっていうのは、これまでも計算物理の分野でこうすごく発展してきた分野なんですけど、その中でもただその時に我々がやってるのは、こういう計算をしてくださいっていうふうに自分たちルールを決めて計算してもらうっていう形だったんですけど、機械学習は逆にこういうデータがありますと、なんか量子的な状態を、そのデータを与えてあげて、でそれを学んでもらうってことなので、ルールは機械に決めてもらうっていう形なので、じゃあなんだかわからないけど、とにかく測れたものを全部渡すと何か、そういうような、その我々実験じゃないんで、理論でなんかデータをなんかモンテカルロっていうのを使ってデータを生成していくんですけど、それを読み込ませてたくさん読み込ませたとこから特徴を抽出してもらおうっていう感じですね。基本的には特徴を抽出するっていうことをやってもらうということです。なるほど。その電子の集団の運動の特徴を抽出するっていう感じです。なるほど。そうですね。これは有限温度ってなっているので、絶対0度だと基本的に量子の世界なので、なんか難しい言葉だと量子のなんか重ね合わせみたいなのがあるんですけど、絶対0度はどういうふうにこう重ね合わせたらエネルギーが下がるかっていう世界なんですけど、この有限温度になるとそれプラスなんか温度の効果って言って、なんか熱揺らぎっていうのも加わるんですけど、その両方を取り込む機械をうまく作れないかなっていうことを今やってます。九州大学博士2年の西村さつきと申します。
専門としては素粒子理論という分野を扱っていまして、でその素粒子理論の解析に対して機械学習、さらに細かく言いますと強化学習というものの、応用をできないかということを研究をしています。素粒子の中でいうとどの分野とかっていう。主には原理論現象論って言われる原理論から現実の模型を導いてくるっていう時に、原理論がまだどうやって実験で確認を取っていけばっていうのが分かってないんですね。なので、どうやってこの現実の実験で確認できることを引き出してくるかっていうところに注目しながら研究を行っています。じゃあ理論から実験に橋渡しをするようなそうですね。役割ってことですね。なるほど。それとこれがつながるっていうことですか。そうですね、今回発表させていただいている研究っていうのは原理論の色よりも主に現象論の色の方が強い話になっています。具体的にはその機械学習がどういう生かし方になるというか、どうやって使えることができるんですか。なるほど。我々が考えている模型の中にはすごいたくさんのそのパラメータがあって、そのパラメータを決めて初めて例えば素粒子の質量だとか、相互作用の様子っていうのが決まってくるっていう形になっています。でただそのパラメータをどうやって決めればいいかっていうところについては、従来手法では最適化するのが難しい問題になっています。なので機械学習の力を借りてもっと効率的にパラメータを探せないかというところに挑戦をしているという感じです。パラメータの数が膨大で組み合わせも膨大だから手で探すのは大変だから、それを AI にやってもらうということですね。さっきちらっと強化学習を特にやってるっていう話だったんですけど、強化学習とそれまでの一般的な機械学習というのとどう違うのかとか、それがどう生きるのかみたいなことって。なるほど。機械学習っていうのは主に3つの手法がありまして、それぞれ教師あり学習、教師なし学習で強化学習っていうふうに分かれているんですね。でこのうち教師あり学習と教師なし学習というのは大量のデータを用意してあって、それを機械に読み込ませて、例えば答えを得るだとか分類をしてもらうっていうような手法になっています。で一方で強化学習というのは迷路を解くようなことを得意としている学習形態でして、特徴として教師あり学習、教師なし学習よりも少ない量の情報でも学習を行っていけるという特徴があります。例えば素粒子実験とかですと粒子をぶつけてやって、そこから出てくる大量のシャワーを見てみたいなことを行うので、すごいたくさんのデータが得られるので、教師ありとか教師なしの手法っていうのが相性がいいんですけど、私が扱っている素粒子理論という分野ではせいぜいその扱える実際のデータっていうのが、実験で確認されている物理量ということになりますので、それほど数が多くないんです。物理量っていう定数ですよね。定数をもとに理論を決めるときに、でもパラメータに対して物理量が少なすぎる。とても少ない。なのでその教師ありとか教師なしじゃなくて、そういう少ないデータでも取り扱える強化学習っていうのが何か活かせるんじゃないかっていうところをやっています。めちゃめちゃわかりやすいありがとうございます。だから他に宣伝したいこととかあればあれですけど、別に特に素粒子理論の中でまだ強化学習を使うっていう研究で、特に我々が行っているフレーバーの物理というものに対して強化学習を応用するという研究はすごい先駆性のあるものになっています。なのでぜひこれからもこの研究というのをもっといろんな形に広げられていったらなということを思っています。お茶の水女子大学の工藤和恵です。よろしくお願いします。お願いします。もともとご専門はどういったことをされてるんでしょうか。もともと物理で、量子スピン系の物理をやっています。理論およびシミュレーションです。量子スピン系って具体的には例えばどんなものとかっていうのはありますか。そのものではあるんですけれども、今一応こちら量子オートエンコーダーってなってるんですけれども、量子コンピューティングの、ものになります。で量子コンピューティングでは量子系で、量子ビットの状態を変えていくっていう風な計算の仕方をするわけですが、ほぼそれに近い形になります。で実際にその量子スピン系のことを使って、モデルを使って、量子コンピューティングをしたりということも
できますので、はい、そういう意味でそのままつながってる感じ。量子コンピューターになんかつながるようなもので研究をされていると。それが、学習物理学っていう枠組みだとどういうふうにつながってくるんですか？量子コンピューティングを使って機械学習をするという意味で量子機械学習をテーマとしてます。量子コンピューターをもし使えたらその方が機械学習がしやすくなるっていうことですか？はい、機械学習を拡張するっていう風な考え方もできますし、もし量子コンピューターがもう今よりも、こう性能が良くなれば、もしかすると今の機械学習よりも量子コンピューターを使った量子機械学習の方が早く計算できるかもしれない。今のところそこまではそうですね。そもそもその理論がなかったところで、それを検証していこうっていうことをされてるってことですね。なるほど。はい。ここは特に例えばどういう話をしてるとかっていうのはあるんですか？こちら従来の機械学習でいうところのオートエンコーダーの図なんですけれども、インプットの情報があってエンコーダーを使って、次元をこう圧縮してやると。でそれをデコーダーを使って元の次元まで戻してやって入力と出力が、できるだけ近づくようにそのエンコーダーとデコーダーを訓練していくというようなモデルです。機械学習をこういうふうに捉えることができるっていうことなんですね。こういうふうな機械学習の、方法がある。手法がある。こういう手法があって、はい、なるほど。はい、だからここにじゃあ重要な次元だけがここに集まってくるようになってるってことですね。はいはい。でこういったモデルがあるんですけれども、これの量子バージョンっていうので、量子オートエンコーダーという名前になっています。でこれは量子回路の図を模式的に表したものになっていて、量子状態なんですけども、ここでは、画像を状態として、データとして入れてやって、ここで量子回路ここで操作をして、で次元をここで実は絞ってます。下、はい、そうですね、下を捨てて初期化して、で、逆回し、これデコーダーに当たるものを使ってっていう風な対応になってます。でこれを模式的に表すっていうので、ここまでは既存のメソッドになるんですけれども、私たちの研究ではここに、ラベルの情報も組み込んで多クラス分類をしようという。教師みたいなの。そうです、教師です。こっちは教師なしだったのに対して教師ありの学習をこの回路でしてやろうということを考えてます。ということでこれとこれの違いは実はここだけです。ここに、はい、教師をつけてやって訓練しますということです。こういうものを、検証してで結果としてなんかこう性能が出てきたっていう感じなんですか？はい。結果として、やったことは今のところ01の分類と0123っていう4つの数字の画像の分類をしてみたというところで、2次の分類の時には 98.8% の正解率が出ていて、うまくいってそうです。で4になるとやっぱりちょっと難しいみたいです。で、パラメータの数や学習データの数を変えてみてるんですけれども、トレーニングデータの数を増やすよりはパラメータの数を増やす方が良い結果が出やすいということが分かりました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。だから量子コンピューターを使ったことによって機械学習が有利になるかどうかみたいなことを検証されているという感じなんです。はい。なんか最後宣伝したいこととかあれば。この量子機械学習の分野は今とても流行り始めのところなので、そうですね。ぜひたくさんの人に参入してきてほしいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。北村圭一と申します。横浜国立大学で教員をしております。で、私の専門分野、もともとはですね、流体力学と、あともう一つ航空宇宙工学という、この2つの重なるところとなります。例えばロケット、こんな形で飛ばそうとしたときに、どこにどんな力がかかるかっていうのを
シミュレーションをメインにして、それから実験も補助的に行いながら調べているというのが、実際にその流体力学が飛行機とかロケットとかにどう使われるかみたいなことをされているっていうことですね。はい。ことです。はい。その中で特にですね、私の分野ですと、ここの黒いくっきりとした線、衝撃波と呼ばれるんですけども、音速を超えた時に出るってやつです。はいはい。これです。はい。で、これがまさに例えばこの時はマッハ 1.5、音速の 1.5 倍でロケットが飛んでる時にここに衝撃ができてますよという、そういう結果なんですが、実情を申しますと、こういう数値計算結果があったとして、どこに衝撃があるかっていうのは、こういうその等高線が集まってるところを人間が肉眼で判定するっていうのが非常にアナログなんですが、それがすごい通常のやり方。実験とかもそうやってやってると。実験も似たような状況ですね。これある特殊な方法で密度変化を見やすくしてますが、結局ここは衝撃波ですと、この辺は違いますとか、その辺はかなり経験に頼っている。これは違うよとかっていうのは、もう目で見て人間が決めてる。なるほど。はいはいはい。ですので、お医者さんがレントゲン写真を判定するのとちょっと近いんですけど、はい、なので、そこを自動で正確に AI の力を借りてここが衝撃波だよというふうに特定できれば、まず物理現象の理解につながりますし、またそれができるとまたこのシミュレーションの方法自体も実は良くなるっていうことも分かっているので、そんなことを目指してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そもそもあれですよね、流体の方程式っていうのが普通に解けないし、もう複雑すぎるのでシミュレーションだけど、シミュレーションの結果も人の目で見てたのを機械がやってくれるようになったっていうことなんです。おっしゃる通りです。大事なところを補足していただきありがとうございます。今のところはですね、まず機械学習に入る前のところです。こんなプランでやっていきましょうっていうのがここの図なんですけども、今のところはまずは衝撃波を画像処理の技術を取り入れて、これとあと衝撃波の前後、上流と下流で成り立つべき式っていうのはこれだけは分かっているので、それを満たすかどうかっていう組み合わせで、ここが衝撃波であろうと、AI に基づかないところまでまずは来ましたというのがこの2番のところですね。でこれができたら、例えばこういうふうに衝撃波を、AI じゃない部分のに、我々の方法を入れて、そうすると、既存の方法はどこまで良くなるかっていうのをまずは行おうとしている、このあたりプランの話になります。なるほど。始まったばっかり。いや申し訳ないんですけど、そういうことです。じゃあそんなところで、はい、どうもありがとうございます。もし宣伝したいこととかあれば。我々はこういうロケットなんかを対象にした研究を JAXA さんと一緒にやりながら、一方でこういう AI と一緒に流体計算の技術そのものを良くしようともしてますので、興味がある方一緒に研究できたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみにこちらは何の意味ですか。うちの実験室で撮影している衝撃波、これですね。なるほど。ここが衝撃波になります。これだいたいマッハ 1.8 ぐらい。これはなんか風洞ですか。よくご存知で。そうです。風の方を羽で飛ばしてるっていう。そういうことです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでいろんなポスターを見させていただいたんですけども、どうでした、橋本先生。いや良かったですね。こうね、唾が飛んでましたね。しのぎじゃなくて唾が飛んでた。すごいもう公募研究っていって新しく始められた、研究の方々が主なんですけども、そういう方々がもうすでにたくさんの研究成果出されていて、それでびっくりするようなことばかりでしたね。しかも例えば最近の大規模言語モデルを統計的に解釈してみたとか、そこで想定員があるとかですね。想定員が物理学者的にはもう胸熱なやつ。面白いですね。確かにかなりいろんな多岐にわたる内容で。
はい、すごい面白かったです。はい、まあ、先ほど折り返しという感じでおっしゃっていただいたと思うんですけど、残り半分どんな感じになりそうでしょうか。はい、ちょっと予想がつかないと言いますか、はいこれだけ新しい成果がたくさん出ているということなんで、今回集まって、はいまた唾を飛ばし合いましたのでそこからいろんな融合研究がまた出てきてしまってなるほど来唾を交換して年ですごいびっくりすることになるんじゃないかなって期待に胸を膨らましてしまいましたね。はい、ああ、よかったです。そんな感じですね。僕もすごい楽しませていただきました。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。